んにちは、八代あかねです。いよいよ文具女子博2023パシフィコ横浜の購入品紹介ラストになりました。パート4でございます。今までね、今回の文具女子博についての会場の様子やもらえるノベルティとかね、そういうお話はライブでもしておりますし、この購入品紹介の動画もね、今回が4本目ということで、すでに3本上がっておりますのでね、もしまだ見てない方いらっしゃいましたら、ぜひ概要欄から後でね、見ていただければなと思います。さあ、今回もね、人気のブースさんたくさん出てまいります。早速見ていきたいんですが、まずね、前回文具女子博のオリジナルグッズご紹介してるんですが、そこでね、一つお話しするのを忘れてしまったものがありまして、こちら鉛筆でパターゴルフっていうやつですね。毎回文具女子博ね、なんか投げ入れたりとか、なんか転がしたりとか、なんかいろんなそういうちょっとアーケードゲーム的なものをやっていて、でそれ無料でね参加できて、クリアするとねオリジナルステッカーがもらえるということで、私今回初めてねこういうの参加しました。たまたま私が行った時間空いてたんですよ。ですぐにできたので、鉛筆でパターゴルフということで、あれが鉛筆だったのかはちょっと謎なんですけど、普通になんかゲートボールみたいな感じでゴールにボールを入れるっていう遊びでしたね。ゲーム性自体は非常に簡単にできているのでね、まあこのステッカーもらうために一応何かをやるみたいな、そういうレベルのゲームではあるんですけれども、今回ねステッカーすごく可愛いです。これ無料で遊べるねコーナーなので、コラージュとかね日記とかつけてる方、このステッカーすごい使えると思うのでね、ぜひゲットしてみてください。さあ、それでは続きましてはこちら、じゃーん、シャチハタさんでございます。これはですね、ライブでも言っているんですけれども、今回こちらはシャチハタさんの公式のオンラインショップでテスト販売されていた字かけると色模様のわらべの単彩シリーズを購入しました。このシャチハタさんのブースめちゃくちゃ混んでたんですよ。万年筆ビュッフェもやってらっしゃいましたし、この色模様わらべの箱詰めのね列もすごくて、あとこの字かけるもめちゃくちゃ人気でね、混むブースってあらかじめ分かっていたのもあって、少しでも会場でのね自分の負担を減らしたいなと思って、オンラインショップで購入させていただきました。売ってるもの同じなのでね、今回一緒にご紹介しちゃうんですけれども、こちらがマスキングテープ用下地ペン字かけるということでね、いやもうこんなのテスト販売しなくても売れるでしょって感じなんですけれども、一応テスト販売ということで、まだ一般販売が決定はしていないということなのでね、ドキドキでございますが、マスキングテープの上にこのペンを塗って30秒ほど乾かした後だと、マスキングテープの上にしっかりインクを乗せて書くことができるよという商品でございます。こちらがね税込み385円でございます。最初ねペン1本だし300円もしないでしょって正直思ってたんですけど、385円って聞いてうって思いつつも、まあ画期的だしなと思ってね購入しました。2本も買っちゃってます。特に MT のマスキングテープと相性抜群ということで、マスキングテープいろいろ表面ありますよね。ツルツルしてるやつとかザ和紙みたいなやつとかなんで、そこら辺でね差が出てくるんだろうなっていうのはあるんですが、 MT のマスキングテープと相性抜群ということでね、ちょっとこれだけは試してみたいと思います。多分これね気になってる方めちゃくちゃ多いと思うし、私も使っていきたいのでね2本買ったし。はい、というわけでいつもの何でもノートでございます。こちらね MT のマステと相性がいいということで MT のマステ引っ張り出してきました。結構表面ツルツルしてますよね MT さんのマステ。それではね塗っていきたいと思います。これもういきなり塗れるのかな。いきなり塗れますね。もうすでにインクが染み出ている状態になっております。わかりますかね、濡れてるところ。なんか結構ね筆っぽい感じのちょっとしなるマーカーのペン先みたいになってて、コピックとかの筆側のような感じですね。まんべんなく塗りたいと思います。これで全部に塗れたかな。30秒ほど乾かすと。特にね匂いはしないですね。強烈な匂いがするとかはないです。じゃあ30秒待ってる間に使うペンをご紹介しましょう。こちらがエポックケミカルさんのタイムスリップシリーズの水性マーカーということでね、レトロ風味な水性マーカーになっております。こちら水性染料インクですね。一応ね水性サインペンや万年筆インキでって書いてあるんですけど、いろんなので試そうと思ってね選んできました。そしてこちらがサンスター文具さんのタンクでございます。こちらはゲルインクですね。ちょっとねゲルインクって
っていうのが水性なのかとか何なのかっていうのがちょっと分かんなくて、インクゲルインクとしか書かれてないのでね、また違う成分なのかなと思ってこちらも用意してみました。ゲルインク使ってる人多いですしね。で、お次がサラサでございます。ゼブラさんのサラサクリップ、こちらは水性顔料ですね。で、こちらがエポックケミカルさんのスヌーピーのねマーカーになっております。こちらは水性顔料ですね。ただこちらはねこの液体のマーカーなのでね、ちょっとペンとは書き味も違うのでどんな感じかなと、この一面に試してみたいと思います。どうだろう、もうすぐ30秒かな。ここにブラッシュタイプって書いてありますね。もしかしたらブラッシュタイプ以外も出る予定があるということなのでしょうか。塗りやすさ的には別にブラッシュタイプで全然問題なかったんですけど、マーカータイプみたいなペン先でも塗りやすそうですけどね。一応ねちっちゃく対応不可のものもありますと書いてありますね。本当にマスキングテープの種類によるんでしょうね。ここ暖房の直下なのでね大丈夫でしょう。見た感じね違いわかりますか？若干ジカケルを使った方がマステが艶やかになってますよね。さあそれでは水性マーカー描いていきましょう。じゃあハートでいきますかね。これ何も塗ってない方、こっちがジカケル。あ、全然違う、全然違う、すごい。これは驚きですね。こっち塗ってない方、こっちジカケルです。もう発色が違うし、これ多分指で触ったらジュンってなっちゃうと思うんです。いきますよ。あ、いかない。あ、でも、若干いくって感じですね。思ったよりいかないけど薄いですね。ジカケルは。あ、でもジカケルもね順とはいきましたが、でもやっぱり濃く残ってくれますね。書いた瞬間のインクの吸着感が全然違います。これ水性染料です。次ゲルインクいきますね。やっぱもう濃さが全然違いますよね。こんな感じ。同じペンで書いてるのになんかちゃんとインクが出るからか太さまで変わってますね。これは多分ビッていくんじゃない？すごいいく、すごいいく。乾いてないっていうのもあるかもしれないけど、いきますね。ビュッとはいくんだ。でもね強くこするとこっちはなんかなくなってしまいそうな感じはする。こっちはね残ってはいるんですよ。若干なんか抵抗感があるんですよね。このインクが食らいつきたい抵抗感みたいな触るのはねどっちにしても乾くまで待ちましょうね。でもね今ティッシュでこの伸びちゃった黒いのをできるだけ拭き取ろうと結構力強くゴシゴシしてるんですけど、ジカケルの方はこすっても残るんですよね。ある程度こっちの方が圧倒的に薄いっていうのはやっぱり薄いので、書いたインクがしっかり乾くまで放置すれば本当にジカケルはちゃんとインクが乗るんだと思います。これがゲルインクですね。でこちらが水性顔料です。水性顔料、水性顔料はでもジカケル使ってなくても強そうな感じはしますが、やっぱりでもね太くなりますね。ジカケルの方がねインクが出てるってことなんでしょうね。こっちがボールペンのインクがもうなくなった時に最後の余力を絞り出して頑張って書いてるような感じになっちゃうんですよね。ちょっとこするのは後にしましょうか。乾いてないんでね明らかに。じゃあ最後が水性顔料のマーカーですね。いきますよ。もうすごい。でも水性顔料は弾く。これは両方弾く。水性顔料のサインペンに関してはちょっとどうだろう、評価しにくいな。ゲルインクはね難しい。ゲルインク今乾いたかなと思ったんですけど、でももうティッシュでこすった時が一番わかりやすいかも。やっぱりこっちの方が定着力はありますね。マーカーは確かにどっちが乗ってるって言われるとこっちなんですけど、弾かないわけじゃないって感じでしたね。吸収はやっぱりしてくれないんで、こう線を引いた後にこのインクだまりがいつまでも残っちゃいそうですよね。マーカーはね推奨されてないので別にここに使っていいよって書いてないのでね。これ結構インクタプタプだからいけないのかな。マイルドライナーでやってみましょうか。
字かける引いてある方が抵抗感があるんですよ、引くのに。だからその分ちゃんと乗ってくれてんのかなって感じはするかも。ティッシュで押さえるとやっぱりこっちの方が薄付きですよね。こんな感じです。でも絶対ないよりはある方が圧倒的にかけてます。だから私ちょっとせっかちなんで、乗せたインクが乾く前に指でねこう触っちゃったんでちょっとこうなっちゃいましたけど、しっかり乾くまで待てばちゃんと定着するんじゃないかなっていう感覚はありますね。これからねちょっと楽しんで使っていきたいなと思います。そしてこちらが単彩ですね。色模様のわらべのシリーズの新色4つでございます。私ねこのわらべシリーズは全色すでに買ってあるんですよ。セット買いでお安くなってたので、まだね動画でご紹介してなくて撮りたいと思っているんですけれども、新色出ちゃったっていうことでねこちら4色一緒に購入しました。こちらはね動画でその色模様わらべの全色ご紹介する時に一緒にご紹介したいと思います。単色ということでかなり薄い色、背景に使うのにいい色だっていう風に言われております。普通ハンコって押すと主張がね結構パキッとくるからそれがメインになるんですけど、これで押すとその上に文字も書けるしみたいな、自分のオリジナルのメモ帳とか作る時にすごく良さそうなスタンプでワクワクしております。こちらが1個440円ですね。こちらが白根津色ですね。会場でね試し押しはしたんですよ。それの印象で言うとめちゃくちゃ薄いです。なのでこれを普通のスタンプパッドだと思って買っちゃうと何これ全然色つかないじゃんって怒りたくなると思うこれが薄桜色ですね。すごい可愛い色です。なのでこれはあくまでも上に何か別のものを乗せるための装飾の色っていう感じですね。こちらが亀のぞき色ですね。ほんとね色によってはね押してあるみたいなぐらい薄いんですよ他の色があるから見えるけど、これ単品でポツンって押されてたら押してあるっていうぐらい薄かったですね。だからハンコデビューには絶対向かないかもしれないこれ象牙色ですね。ハンコ応用編ですねこちらはね。さあそれではここからが本当の文具女子博購入品でございます。まずはこちらじゃーん。ライブ配信でもねちらっとお見せしているんですけれども、こちらはソロルさんのブースで購入した文具女子博限定の猫の伝言ミニカードでございます。もう猫好きとしてはねすごい可愛いと思ってね、もう絶対人には渡せないだろうなって可愛すぎてね大事な子だろうなっていうのは分かっていたんですけれども購入しました。1点でも購入するとじゃーん、こちらのもう1枚猫の伝言ミニカードがもらえるんです。もらえる伝言ミニカード2種類あって両方とも猫ちゃんだったと思うんですけど、せっかくね冬のね12月の文具女子博なのでサンタさんの方をもらってきました。めちゃくちゃ可愛い。こちらが1個税込みで165円になっております。いやーめちゃくちゃ可愛くないですか。こうカットも可愛くて、いやー可愛い黒猫ちゃんがねたい焼きをこう挟んでるんですよ。めちゃくちゃ可愛いです。でこのたい焼きの方がカードになっててこんな感じですね。ここにメッセージが書けると、いやー可愛すぎるでしょう。これはこのまま飾ります。これね本当にいっぱい種類があって、三色団子とか草団子とか他にもいっぱいあったんですよ。たこ焼きとかね、めちゃくちゃ迷ったんですけど泣く泣くね2つに絞りました。とりあえず違う色の猫が欲しかったので黒と白で選びましたね。黒電話も可愛いよね、レトロでね。いやーでもこのねもらえるやつがグレーって知らなかったのでめちゃくちゃ嬉しいです。超おすすめ。文具女子博限定なんでねぜひゲットしてください。さあ続きましてはこちらじゃん。こちらは神ディアさんですね。神ディアさんのブースではですねセレクト付箋っていうコーナーがありまして、付箋のバイキングっていう感じで3点選んで税抜きの400円の商品でございました。結構いっぱい付箋があって、その付箋がねすごい使いやすそうな大きさだし大カットになっててねとても可愛い付箋だったのでね2個やりました。手帳つけてる方もそうですしコラージュとかでもねすごいこう貼り付けて普通に使いやすい、その付箋だけじゃなくてねコラージュの紙素材としてもね使いやすそうだなと思ってねゲットしましたよ。紙質はね和紙なのかな、裏がねツルツルになってて、で
柔らかい紙質の付箋になってますね。ちゃんとね素材が書いてあるわけではないので、あくまでも当てずっぽなんですけれども、いやでもデザインが可愛い、この大カットなのがいいですよね。でお次がじゃん、プリンです。めっちゃ可愛い。紙質は全部一緒かな。ここに文字書くんですよね。可愛い。次が宇宙を見てる猫。いやこの顔がすごい好きで、猫のねめっちゃいいじゃんと思って、これは外せなかった。他にもね猫いっぱいあったと思うんですよ、確か。その中でもこの子が一番私の好みの顔しててゲットしました。これで1セットですね。で次のセットがこちら、ちょっとね黒い下地の紙になってて、宇宙飛行士が飛んでますね。これはね白いマーカーとかミルキーっぽいインクとか使えば描ける紙だなと思ってね、今回せっかく前回ご紹介してるね手書き時間のねインクのセット買ってるので、ちょっとあえてこういうね普通のペンだと書きづらいやつを選んでみました。あとこちらはね両方ともめっちゃコラージュに使えそうと思ってね、切手型でございます。ゲットしてみました。大きさもねかなりしっかりとあってね、両方とも動物モチーフで、うさぎのお尻とシマエナガですね。めちゃくちゃ可愛いです。とにかく可愛らしい面白付箋がいっぱいのコーナーでございました。あんまりないよねこういうねカットされてる付箋なんかありそうでなかった気がするんですよ。一冊のね分厚さはまあだいたいこんな感じなんで、いっぱい使えるかなって思うんですけれども、どれも大満足の可愛らしさでございます。しかもこの紙ディアさんのブースではノベルティやられてて、これはねフォローだけでもらえるノベルティなんですよ。ライブの時にねお見せしましたけど、これ3点セットだったんです。フォローだけでですよ。すごいですよね。超太っ腹でございました。全部ねどれもしっかり使える美しい付箋たちでございます。これとか淡く透ける付箋ですからね。いやー可愛い、ありがたいですね。付箋だらけになりました。さあ続きましてはこちら、じゃーん、バンデさんでございます。バンデさんはね今まで多分デザインペーパーって出されてなかったと思うんですけど、今回デザインペーパー出ましたって感じでね売られておりましたのでゲットしてまいりました。これね2種類柄があります。このお菓子の可愛い柄と、あとこのね猫とウサギとクマとかね、あと白鳥もいますね。いろんな動物さんの可愛いデザペでございます。これが題名が小さな写真館ってやつとスイーツタイムの2種セットですね。それぞれ3枚ずつ入ってる計6枚セットで税込みで550円でございました。これねもう1セット別の柄のがありました。純白ロール紙かな。表面がツヤツヤしているよくあるラッピングペーパーの素材でございます。これ可愛いよね。バンデさんがデザペと思ってちょっと驚いてて半信半疑だったんですけれども、自分でね情報探したくせにたまにねどこから情報ゲットしたか忘れちゃう時があって、二度と探せない情報になっちゃったりするんですよ。なんで半信半疑で行ったんですけれども、ありましたよちゃんと。意外と残っててくれて嬉しかったですね。結構遅めに行っちゃったんでね、紙箔だったらね間違いなくなくなってる気がしますね。やっぱりね文具女子箔と紙箔だとだいぶ購入されるものの偏りがね変わってくるんでね。でバンデさんではもう一つこちらバンデスティックの新しいやつを購入しました。マスキングテープ5巻セットって書いてあるんですけど、イベント限定品でございます。アンティークマンションっていうタイトルのセットですけれども、こちら5巻入って660円でございます。今までのものもね全てこの筒の中で大事に保管されているんです。なかなかこの筒をね開けて一本一本使う勇気が出ない。いやこれね建物なんですよね。スタンプと相性が良さそうな柄だなって思って買ったんですけど、まあ開けられないのでねもうちょっと日の目を浴びるのは後になりそうですがね、5巻使ってマンションが完成するという面白いマスキングテープでございますね。いい発想ですよね。しかもねバンデさんはねすごいマステお安めに作っていただけるのでね、
非常にね良心的だと思いますよ。こちらはねイベント限定品だったのでね、私が行った時売り切れてはいませんでしたが、もうあと残り3本とかでしたね。なので間に合った、よかったと思ったんですけれども、欲しい方は早めにゲットしといた方がいいかもしれないですね。もう一つ別のデザインがあってね、そちらも人気でした。さあ続きましてはこちら、じゃーん、マルアイさんでございます。マルアイさんではね、こういうミニチュアの封筒とか付箋とか、あとはマスキングテープとかいろんなのが置いてあるんですけれども、そこからね3点選んでまいりました。3点選ぶとねガラガラが1回回せるということで、私はねこの洋ミニ封筒を2つとこの心付箋を購入しました。これめちゃくちゃ使い勝手良さそうだなと思って、他のやつは給料袋みたいになってたりとか、すごいこうシャレが効いてるね可愛らしい封筒ではあったんですけど、まあ一番使い勝手良さそうなのこれじゃないと思ってミニ封筒を買いましたね。こちらねフレークシールとか入れてお裾分けするのにめちゃくちゃ良さそうだなと思ってね。でこの心付箋は何も文字は書いてないので、送りたいもの、例えば単品であってもお菓子の袋とかね、それにこれを巻きつければのしになるんですよね。そう思ってこちらを購入しました。のし付箋って書いてありますね。やっぱりそういう風に使うんだ。もうね全然人がいっぱいで読んでる時間なかったんで、そうやって使えるなと思って購入したんですけど、やっぱりそうなんですね。一番使い勝手が良さそうだったので、文字が書いてないっていうのがねすごくありがたいですね。何にでも使える。なのでこの3点セットゲットしました。でガラポン引いて私が当たったのはこの取扱注意のピンバッジでございます。今後ねイベントでこの取扱注意のピンバッジ胸にバーンってねつけときましょうかね。イベント中はピリピリしておりますみたいなね、本当にイベントは戦争ですからね。で同じくマルアイさんでねもらえるノベルティがこちらはねフォローするともらえるマスキングテープでございます。前回のポップアップの時にもらったからと同じですね。いやー丸々とね1個マスキングテープくれるのありがたいですね。さあそれではお次がこちら、じゃーん、普通は株式会社さんでございます。大人気のねマステのリボンボン、新しく猫ちゃんの形、ハートの形、モコモコが切れる3点セットが出ました。これがね発表された時はもう絶対買うと思ってね楽しみにしてたんですけど、その後にこちらのマステンプレートが発表されまして、まあこれが大人気ということでね、今回のね文具女子博アワードの対象にね選ばれましたね。そうだからねこれ新作なはずなのに結構端っこに追いやられてて、もうマステンプレートがブワー並んでる感じで、つばさんのねひいき度がね全然違いましたね。そう、買った後に気づいたんですけど、ここにもモコモコカッターあるんですけど、こっちにもねモコモコカッターがあります。ただ今気づいたけど、これなみなみの数が全然違いますね。こっちの方が大きいモコモコです。こっちの方がちっちゃいモコモコ。だから被っちゃったかなと思ったんですけど、全然そんなことなさそうでした。これはもう使ってる方もね多いと思うんですけれども、このねスーパー軽いプラスチックのマステカッターになっていて、これにねマステをはめ込んでピッとここからちぎることによってこの形に切ることができるよということですね。でこれ多分なんですけど、以前ねその初期のやつをご紹介した時にこれ結構しっかりがっちりマステがはまるようになってて、若干ねマステが傷ついてしまうかもっていう懸念があったんですよ。例えばこのサイズだとこういう風にねはめる時にここをすっごい擦ることになっちゃって結構取り替えるのしんどいよねっていうね話をしてたんですけど、多分ね若干改善されてますね。これがね初期のやつなんですよ。この端っこがこの結構出っ張ってる四角だったんですね。これ超自己責任なんですけど、これ本当は両側ついてるんですよ、この突起が。だけどこれ片方だけ折ると余裕ができるのでマステの取り替えがしやすいっていうことに気づいてやってたんですけど、これ今見比べると若干こっちの方が出っ張りが丸みもあって薄いんですよね、幅が。今さっきつけた時も以前よりは圧倒的につけやすいですね。
まだねやっぱりこう引っかかる感じはあるんですけど、前回に比べたら雲泥の差ですね。多分皆さんの声を聞いて改良されてるんだと思います。なので1個目買ってね、うわ使いにくかったとかね、硬かったからちょっといいやって思ってる方も、この新しいシリーズちょっと時ちっちゃくなってるんで考え直してもいいかもですよ。しかもこのマステのリボンボンすごい安いんでね、税抜き350円なので、私の個人的感想としては明らかに改善されてる感じがするのでおすすめできますよ。猫ちゃんとハートも多分ね、このマステンプレートにはねまだ切れる形のテンプレートなかったと思うんでね。さあそして、大人気のマステンプレートですよ。いや本当は全種類欲しいんですけど、若干ねここのカッターで形かぶってるやつもあるので全部は欲張りすぎかなと思ってね、一番好きな動物が多いこちらにしました。私が買ったのがマステンプレートアニマルってやつですね。じゃーん、こんな感じでちょっとマットな表面になっていて、裏はツルツルって感じですね。で猫だったりクマだったりペンギンだったりっていういろんな動物さんのテンプレートがあって、これはなぞるとねその絵が描けますよっていうテンプレートでございます。一応ここがねクリップの代わりになるということで、結構ね固めの分厚さのあるテンプレートではあるので、クリップとして挟むにはかなり薄い紙じゃないとちょっと紙が傷んじゃうかなって感じはするんですけど、挟むだけしおりにしてもいいと思うんですよね。このマステンプレートのいいところはマジでズボラな人にとってやりやすいとこですよね。こうやってマステ貼ってこうテンプレートを当てるだけで形に切れると。今切ってみてもやっぱりここにねギザギザの刃が細かくついてるんですよ。なのですごく簡単に切れます。で例えば次はまっすぐから始めたい場合はこっちで一回まっすぐに切っといてからの、例えばこれでリボン、こうするとこれリボンじゃなく家の方になりましたね。ここがリボンスタートになったよこれはねズボラにはマジでいい。切り口がこのカットしやすいように刃になってるからこそこんな感じでね若干このつぶつぶ突起が出ちゃうんですけど、だからピタッとまっすぐ切りたいっていう方はちょっとって思うかもしれないんですが、すごく軽い力で切れるのと、もうほんといろんなマステいっぱい種類使いたいっていう人、すぐにマステの色交換したいみたいな方にはめちゃくちゃいいですね。ストレスがだいぶ軽減されてますね。やっぱりねズボラ人間の私にとってはこの付け替えが若干億劫なんですよね。これはマステンプレートの人気が出るのが分かりますね。さあ続きましてはこちら、じゃーん、イロドさんです。イロドさんね3枚セット買うと1枚ノベルティをいただくことができます。ライブ配信でねちらっとお見せしてはいるんですけれども、こんな感じで本当に正規品の1シートをくれる感じですね。こちらはね柄はランダムみたいで、私はこの柄が当たりました。めちゃくちゃ可愛い柄で嬉しいですね。で私が購入したイロドがこちら、この絵柄、私のミンネハンドメイドマーケットの動画を見てくださった方は知っているかもしれません。私がねそこで出会ってしまったお気に入りの作家さんがまさかのイロドさんとのコラボしておりました。こちらがイロドさんのクリエイターズコラボっていうシリーズの中の佐藤ポスカさんとのコラボのシールですね。いやーまさかね出会えると思ってなくて思わず買ってしまいました。めちゃくちゃ可愛いです。いやもうねこの絵柄が大好きで買ってしまいました。だいぶ大事の子になりそうですが、もう見てるだけで幸せでございます。こちらは、税抜き300円なのでね、3枚買ってノベルティ付きで990円って感じですね、税込み。あとまだね4ブースありますよ。続きましてがこちら、じゃーん、スリーポンズさんです。今までもね文具女子博結構常連のブースさんなのと、あと文具マーケットとかにもね出店されてたのを見たので何回かねブースは覗いたことはあったんですけれども、すごいエビフライとかポーチが可愛いお店でございます。今回紙物セットっていうのが売られてるということでね2個ゲットしてまいりました。そしてねこれノベルティでポストカードいただきましたね。柄ランダムでいっぱいありましたよ。皆さんもらってる柄違いました。
今回ねリンゴのペーパースタンドが置いてあって、カードスタンドっていうのかな、ふわふわのリンゴでめちゃくちゃ可愛かったですよ。でこちらの紙物セットですよ。なんかねもうすごいいっぱい入ってそうな分厚さと重さがあるのに660円って書いてありますね。いやーめちゃくちゃ面白いと思ってねゲットしました。私も中に何が入ってるか知らないので開けてみましょう。みんなね入ってるものが違ったのでね思わず選べなくて2個ゲットしました。この紙物セットなんか今パッと見た感じでもすごい良さそうですよ。小さい紙袋2枚入りということでパーティーハット柄のやつですよね。だってこれだけでもう200円って書いてありますよ。確かにねペーパー袋って意外と高いんですよね。しかもこれちょっと大きさがあるんで、なるほどね、紙を貼り合わせてる感じのペーパー袋ですね。なるほどなるほど、かわいいじゃん。これが2枚入ってて、こちらゴリラですね。これも2枚入り、さっきの小さいバージョンですね。で表がこの柄で裏がいっぱいゴリラこれも2枚セットで200円。もうこれだけで400円でしょ。でこちらがいろいろ貼れるシールステッカー、超かわいいじゃん。メロンパンとかリアルパンのシールですよ。耐水性、耐熱性のあるペット素材、紙はもちろんスマホなどの電子機器にも OK。 結構しっかりしたステッカーってことですね。これ200円。逆にこれ200円安くない？なんかこの紙袋よりも単価高そうでこれでもうだって600円ですよ。あと全部おまけですよこれ。でこちら文具女子博限定ホットドッグ茶封筒レターセット、やばー。これは300円なんですって。これすごくない？これ買ってよかった。2袋欲張りすぎかなと思ったけど買ってよかった。可愛いしお得だし、もう私的には大満足ですね。これなんかステッカーっぽいですね。ホットドッグのステッカーで、これは宛名とか書くためのステッカーで、これがちゃんとレターセット、しかも結構でかいレターセットとしてはなかなか長文書けますよこれ。でももうかわいいすごい。これが2枚入ってて、いやーこう超可愛くない？これで送られてきたらこれいいな、思ってた以上にいいな。すごく嬉しいですね。これみんな次見つけたら絶対買うべき。いろんな種類あったんで自分のね好きな柄選べるし、もちろんねこう全部が全部好きな柄ばっかり入ってる袋が見つかるかっていうとランダムなんでわかんないんですけど、いやーこれは超買ってよかったよ。これ両面デザペですよ。しかも結構なんかしっかりした紙だ。超かわいい。これ見て、ラブラブ、ルンルン、いただき、うまうま、ふわふわ、揚げもんサクサク、もぐもぐ、まだかな。やば、これ超かわいい。エビ反りの子ちゃんとエビ反りしてるし、いやこれ超かわいいね。魚のフライとエビフライが一緒になってる。超かわいい。やばい、超おすすめだよ。これも超しっかりしたデザペで両面だし、目玉焼きめっちゃかわいい。これはね、だってこれ660円ですよ。これもめっちゃかわいいよ。やばいやばいやばい。これはね大満足ですね。もう外れがない。やばい、イカが宇宙にいるイカ宇宙にいると完全に宇宙人。いや面白い。やばいやばい。もうねなんか語彙力がなくなるぐらい感動してます今私は。これお得すぎない？だってクマもある。ブラックジョークが入ってるクマさんですね。超かわいいよ。これスーパーおすすめ。正直ちらっと見えてるやつが全体的に可愛いからちょっと買ってみようかなぐらいだったんですけど、こんなに入ってるとも思ってなかったし、 A4 デザペ両面が6枚入ってて、英語サイズが2枚、これも両面で、この茶封筒レターセットが入って、シールが入って、紙袋が計4枚大小で入ってて660円。いかがですか奥さんこれはねちょっとあんまり人におすすめしたくない。逆に今後も買いたい。混んで欲しくないだからこの動画を見てくれた方だけにお伝えする。絶対紙箔とか常連の方は絶対覗いた方がいいよいいよ、おすすめだよ。さあ今度またね違うセット入ってますね。今度すごいよ、表彰状入ってる。しかも3枚も入ってる。限定セットなんだって。
これ3枚入りで300円なんだ。表彰状ってどういうとこで使おう。家族にあげたりするシャレカードでいいかもしれない。子供にあげるか、頑張った時に。あ、かわいい。表彰状。うわ、これ達筆じゃないと書けないやつだ。達筆じゃないと台無しになるやつだ。他にもね、辞表とかあって、いや、辞表はいつ使うと思って、なんとなく使いやすそうな表彰状を選んできました。ね、やっぱ表面しか見えないんで、この封筒は見えたんですよ。いいね。思ってたより面白かったし、思ってたより中が素敵だった。そしてね、今回はこちらのクリームソーダのまたシールがついてきました。いいね、クリームソーダね。200円でしょ。もうこれで500円じゃないですか。で、さっきの英語サイズの、これはデザイン一緒ですね。2枚ずつになったんで、ちょっと嬉しい。使えるようになる。今回の紙袋は両方ともバクですね。いや、可愛いじゃん。いいじゃん。使いやすそう。めっちゃ後ろバクだらけだけど。だってもうこれで900円じゃない？で、これさっきと同じデザペですね、入ってんの。これはね、被ってましたけど、でも私的には1枚しかないと、もうコレクションファイルにしかいかないので、これでね、1枚使えるんでね、嬉しいですね。超おすすめ。これは感動しましたね。本当にね、大興奮です。さあ、それではね、残り3ブースでございます。続きましてがこちら、じゃーん、ワールドクラフトさんですね。今回ね、すごい人だかりになっていたんですけれども、マステを3つ選んでこの箱に入れてくれるというマステバイキングでございました。こちらがね、お値段税抜きで1350円ですね。このね、ケースは2種類あって、もう1個がクッキー柄だったかな。私はね、こっちのケーキ柄を選びました。マステが全部で6種類あって、うち3種類選んで箱を1個選ぶっていうビュッフェなんですけど、1人1個まで、どっちの種類選んでも1個までしか作れないので、両方ともコンプするためには2日間行かないといけないんですよ。私2日間は行ったんですけど、特に好きな3つゲットできたのでいいかなと思ってね、こちらにしました。ただね、この箱がね、めちゃくちゃお店の方も言ってたんですけど、めちゃくちゃ頑丈に作っちゃったせいでぴったりなんですよ。なのでめちゃくちゃ開けにくいの。めちゃくちゃ可愛いんだけどね。で、私が選んだ3つがこちら、プリンとクッキーとミルフィーユの柄ですね。まずプリンですね。こんな感じ。プリンが横にずらーって並んでるの。これね、すごいヘッダーフッターに使いやすいなと思ってね、上下の装飾にすごくいいと思ってゲットしました。ちゃんとね、箔がついております。こちらはティーパーティーマスキングテープ、幅 20mm の長さ3メートルですね。で、次がクッキー。クッキーがバーッといっぱいあるやつ。猫ちゃんいるんです。かわいいよね。規格は一緒ですね。で、これがミルフィーユですね。めちゃくちゃ可愛いの。これもね、横につながってる系って使いやすいなと思ってね、選んできました。これも箔が綺麗ですね。エンドレスミルフィーユ。規格は一緒です。いやーね、とても可愛い。で、この箱も可愛い。とても可愛いビュッフェでございました。さあ、それではですね、最後2ブース、こちらです。じゃん、メリブンさんですね。経文社印刷さん。今回経文社印刷さん、メリノミさん、メリブンさんということで、この3つの会社が合同でね、出展されてたんですけれども、私はまずね、こちらのメリノミマステ3個セットということでね、税込み1485円で3つのマステが選べる。さらにおまけでね、こちらの透ける紙のシートがついてくるっていうセットを購入しました。かわいいよね。そう、本当はね、透ける紙のね、コンプリートセットが欲しかったんですけど、さすがにちょっとお金が厳しかったのでね、諦めました。我慢できた私を褒めてあげたいですね。さあ、私がゲットしてきたのは、まずこちらの柄ですね。切手模様ということで、単品でも買えるんですね。ただ3つ買った方がお得だったはず。こんな感じで、ちょっと大人っぽいけど、メリノミさんのね、優しい感じのあるテープになっております。切手柄ですね。またね、引き伸ばすのはマステ大開封会をね、やりたいと思います。2個目がこちら。これもね、可愛らしい感じ。フレークシールで見た、ね、柄もあります。こんな感じですね。
かわいい。この優しいタッチな感じがいいですよね。うさぎグリーティングっていう題名だそうです。これ8メートルもあるんですね。さっきの隠れててちょっと見えなかったんですが、これも同じく20ミリ幅の8メートルですね。たっぷりあるじゃん。で、こちらがコーヒーラベルでございます。いや、これはかっこいいよね。コーヒーラベルかわいいですね。で、全部セットはね諦めたんですけれども、ちゃんと気になってたスケル催しは買ってきましたよ。3枚セットで594円税込みですね。私はね、このお花模様のやつとこのレモンのやつと、あとこれ多分クリスマスのミトンですね。かわいい。多分これが新作だったと思うんですよ、比較的。私が今まで買ってないやつですね。ゲットしてきました。メリノウミさんのねスケル催しは結構しっかりしたトレーシングペーパー厚手のね、本当に透けるんだけど高級感があるんですよね。いやー、全部セット欲しかったな。でもね、全部セットはねどうやらかなり数少なかったみたいで用意されてた。すぐ売り切れてたっぽいですね。これ買うとスケル模様紙使い道あれこれってことでね、いろんなね使い方、このトレーシングペーパーの使い方がね書かれております。こちらの冊子の一部はねウェブでもご覧いただけますということなので、ぜひ気になる方はこちらから見てみてください。封筒のテンプレートもダウンロードできるんですって。別にこのスケル催しだけじゃなくてね、他のデザペでも使えるとは思うので、ぜひチェックしてみてください。で、もう一袋がこちらですね。これすごくない？ステンドグラスの柄なんです。めちゃくちゃ可愛いよね。これは絶対欲しいと思った。あとこちらお皿みたいな柄ですね。可愛い。本当はねトーンハンコが欲しかったんですけど、ちょっとトーンハンコね私のお財布には大ダメージ与えそうだったので、今回は我慢しました。こちらコーヒーですね。可愛いよね。トーンハンコちょっと多分特殊な技術使われてるのか、若干ね他の一般的なハンコの相場より高いんですよ。それもあってね、他にトーンハンコ買った方が破産しましたって言ってましたね。で、もうライブを見てくださってる方はご存知だと思うんですけれども、私は計3回フレークシールすくいを挑戦いたしました。1回550円税込みでフレークシールすくいできるんですけど、これはね3時半からしかやらないイベントだったので、最後までいた方が参加できるイベントって感じでしたね。めちゃくちゃ難しかったです。指より細いね棒の先っぽに本当に耳かきのスプーンぐらいの大きさの手の形のスプーンがついてて、それでねこうシールをねすくうんですけど、結構細かくルールが決まってて、箱を持っちゃいけないとかね、この受け皿との距離はこれを守らなきゃいけないとか、手前の壁には当てちゃいけないとかねあって、1分間ですくい放題なんですが、私はね1回目に参加した時にスーパービギナーズラックが訪れたみたいで132枚ゲットできたんですよ。これライブで皆さんと数えてるのでね間違いないと思います。めちゃくちゃびっくりした。これね意外と持ってるとねそんなにいっぱいあるように感じないんですよ。だからもらった時は50枚ぐらいかなとか思ってたんです。ライブでね皆さんと一緒に数えたら132枚あるということでね、フレークシール選手権に応募しております。そして2日目にねちょっと翌年しくまたいけるんじゃないかと思って、さらに超えていけるんじゃないかと思って、試したところ、全然ね最低保証よりも少なくしか取れず、最低保証のパックをいただきました。最低保証ね数えたら35枚ありましたね。ただなんかこれは本当にランダムでパックをくれるみたいで、もう用意されてるパックがあるんですけど、じゃあこちらですみたいな感じで渡されるので、その袋によってはね入ってる枚数が若干違うっぽいんですよね。なんか40何枚だったっていう人もいたので、これは運ですね。でもうこれが悔しすぎて、少なくとも自分で最低保証よりは救いたいと思って、もう一回最後ダメ押しチャレンジしたんですよ。そしたら若干救えて73枚でしたね。なので、この132枚は大快挙ですよね。いやーね、フレークシール選手権上位に食い込めればいいなと結果発表を楽しみにしております。さあそれではね最後のブースに参りましょう。最後のブースがこちらじゃーん、 NB 社さんです。 NB 社さんはねいっぱい買っちゃった。まず新作のヌクシリーズのマステを3つ購入しました。こ
ちらですね。本当はね他にも買いたかったんですが、なんかもう見てる暇もないぐらい混んでたか見逃したかで買ってないですね。可愛いよね新作。こちらがナイチンゲールですね。白地に動物さんたちが遊んでる感じのマステです。ナイチンゲール380円ですね。長さとか書いてないですね。こちらが道草。かわいい。なんかシンプルだけど温かい感じがあって、私はこのシリーズすごい好きです。この抜くシリーズね。こちら380円。道草小熊ですね。で、こちら道草シリーズのコマドリかな。コマドリですね。380円。こんな感じ。素敵ですね。ナチュラルな感じがいいなと思います。で、毎度おなじみのね限定セットですよ。今回は横浜限定セットということで出てたのがこのステンドグラス文具ですね。 15mm の 5m です。こちらはねセットで1140円って書いてありますね。マスキングテープセット B っていうのがこの青い方です。このステンドグラスは固定で決定で、この2つはねランダムで入ってるので袋自分でね欲しいやつ選ぶんですけど、私は文鳥とヒビとパンダの絵柄を選びました。こんな感じ、ちょっとゆるい感じの可愛らしい動物モチーフですね。だんだんね持ってないマステを選ぶのが難しくなってくるんですよ。だいたいいつもねこの限定セットはここに入ってるシリーズが似てるんですよね。ランダムなんだけど似てるんで、この限定セットばっかり買ってるとここがねいつか被りまくるんですよ。ステンドグラスはこんな感じ、もうマジでステンドグラスなんですけど、ちゃんとねこうシーリングスタンプだったり切手だったりガラスペンだったりハサミだったりって文具がね散りばめられてるステンドグラスですね。これいいね、かわいい。これが A セットの方かな。 A セットが、1140円ですね。同じく若干量があるせいかその瞬殺で売り切れるって感じではなかったですけど、2日目にもう一回なんか取りこぼしないかなと思って見に行った時には確かステンドグラスが売り切れてた気がする。どっちかはね確実に売り切れてたんですよ。でもう一個残ってるのもあと3つみたいな感じだったんで、最後に回しちゃうと売り切れてる可能性がありますね。こっちの A セットは秘密の文具茶会ということでね、もうちょっとこう可愛らしい感じで動物さんとお茶会と文具が描かれておりますね。ところどころにこうペンとかインクとかね置いてありますね。でこちらがワニと友達。ワニですね。食べられそうになってる鳥もいます。ワニと友達。これね前のイベントの時にもやっぱりこのランダムセットに入ってて、私はまだ持ってなかったはずなんですよ。だからゲットしましたけど、もうね後がね全部持ってるやつばっかだったのでね、ちょっとねここら辺のラインナップ変えてほしいですよね。でこちらが文具旅。私これね持ってたっけってすごい不安なんですよね。やっぱりね今調べたところこちらは持ってましたね。2個目になります。これ以上限定セットを今後同じ構成で作られるともうダダかぶりになるというね悲しいことが起きるわけです。さあそしてこちらがねケース付きのシールセット。中に入ってるシールが見える感じね可愛かったのでちょっとゲットしてみました。こちら1500円ですね。多分これ税抜き価格ですね。1500円で確かねシールが12枚入ってるんじゃなかったかな。プラスケースが入ってるみたいな感じだったと思います。マスクケースなんだ、シールケースじゃなくて。なるほど。これさケース付きシールセットって書いてあったら正直シールのケースかなって思いません？私まさかマスクケースが入ってるとは思わなかったですね。全然ねこの形のマスクケースなら本当にこのシール入れるのに問題ないと思うので使い方は全然アレンジできると思うんですけど、ちょっとびっくりしちゃったでこちらがシールたちですね。でもねすごい可愛い。これがね280円って書いてあるので1500円でしょ。12枚シール入ってるんで、約1枚100円のシールになるって感じですよね。でもすごいこれ白押しだし可愛いし、元値240円ですね。これも可愛い鳥さん、箔付きのね可愛い鳥さんのシール220円プラス税です。
あ、ふわふわシールの正月ですね。今の時期にぴったり。ふわふわね、だいたいいつもちょっと高いんですよね。300円です。そしてクリスマスのステッカーかわいいね。ベルがねすごいキラキラ。不織布シール300円ですね。これとかめっちゃ使いやすそう。スノーフレークですね、240円。これも不織布かな。もみじのかわいいシールですね、300円。元値から考えると圧倒的に安いですよね。自分の好みのがどれだけ入ってるかっていうところが鍵にはなりますけど、これなんか面白い。若干こうレジンコーティングっていうかぷっくりしてるシールですね。ビジュシールっていうんだ。280円。これふわふわより安いんですね、逆にね。こんななんか変わってるシールなのに。まだありますよ。これがブーケ、お花のブーケのシールですね。めっちゃ可愛いじゃん。これはすごい使い勝手良さそうですね。これ260円プラス税ですね。で、この猫ちゃんが見えたから買ったの。猫ちゃん可愛い。私これの便箋持ってるんですよ。それとおそろですね。猫ロビ春の庭和風シール240円。アライグマもねチラッと見えてめっちゃ可愛いと思ってね。しかもパン運んでますね。マステ素材260円プラス税ですね。そしてインコがテニスしてます。インコがテニス、こちらが300円プラス税意外と高かった。マスキングテープ素材、量が多いからかな。あと何これ、これは2枚かぶってますね。和シール柴犬ちゃんでございます。260円プラス税。かぶるもんなんですね。あれでもシールが12枚プラスマスクケースって書いてあった気がしたんですけど、今数えたら13枚あるんですよ。私の記憶違いなのか、それともこれ2枚あるのは間違えて入れちゃったのかな。あんまりないですよね、同じ福袋に2枚シール同じの入れるって。もしかしたらこれはラッキーしたのかなというわけでございました。最初マスクケースっていう文字が見えちゃっておって思ったんですけど、この形はねこのシール入れるのぴったりだと思うので活用したいと思いますし、内容的にもすごいお得。これ1枚100円のシールでは決してないのでね、クオリティがありがたいですね。さあそれではね、全ての購入品の最後になります。こちら NB 社さんの紙物バイキングのセットですね。これは紙物詰め合わせ大の方で1000円、税込み1100円ですね。これのね1個下のバージョンもあったんですけど、ちょっとごめんなさい、いくらかは忘れちゃった。私は8個選んで1000円っていうやつですね。このね封筒も可愛いよね。私が選んできたのはこちら、じゃじゃーん。いや手紙書かない人なんですけどね、おかしいな、便箋3つも選んじゃった。あまりにもね可愛くてやばくないですか、この箔。しかもね中のイラストまでねちゃんと箔ついてて可愛いんですよ。これ別に普通にねコラージュここちぎってねコラージュでも使えるじゃないですか。白い紙の部分はダイカットマシンとかでも使えるんで、普通に紙素材として使えるなと思って、線も書かれてないので、こういうレターパッドってこの表紙は気合入って箔押しとかあっても中開けたら箔押しはないっていうの結構多いイメージだったんで、中開けても箔押しっていうのが感動しちゃってね、こちらを選びました。めちゃくちゃ可愛い10枚入り。これ元値500円なんですよね。でこれも美しくないですか。イチョウのね超美しい便箋。これもいかようにも使えそうな感じがいいなと思って、すごい素敵と思ってねゲットしちゃいました。こちらも500円ですね、元ね10枚入りでございます。こちら春を告げる、これもね箔押しがすごくて、これはね線が書いてあるんですけど、この模様のところだけね切り取れるんで使い勝手良さそうだなと思ってね、本当に素材としてしか見てなかったんですけれども、いや可愛いと思いますね。こちらも500円の10枚入りですね。あとは全部封筒です。私の中で封筒って正直便箋よりも活躍する場所が多いのに、どのレターセット買っても数少ないし、封筒イコール高いっていうイメージなんですよ私。なんでめっちゃ封筒を選びました。まず猫ちゃんね、間違いなく猫ちゃん。そうでもねこれ単品の金額で見るとね意外と安いんですよね。5枚も入ってて300円プラス税なんで。でも
封筒はいくらあっても困んないと思ってね、お裾分けファイル作る時も封筒あると楽なんで300円プラス税、猫のひととき5枚入り、めっちゃ可愛いですよね。さっきのヴィンセント・オソロの、封筒ですね、340円。これ4枚入りなんだ。で、そう、このイチョウのね封筒すごいシンプルなのにゴージャスでめっちゃ使い勝手良さそうと思ったので2パックゲットしました。こちらもね4枚入りで320円ですね。やっぱ箔押しがついてると若干枚数が減りますね。いやーほんとね、最初ね8個も選べるかなとか思ってたんですよ。けどね、もう最後の方はね、どれ削って8個にしようとかね、もう1パック買うかとかね考え始めて、かなり遅めにブースに行ったのにもっともっとね付箋とかいっぱい残ってたんで、ゆっくり行っても楽しめるバイキングでとても嬉しかったです。これでだって1100円ですからね、お得だと思います。はい、というわけでね、この第4弾をもちまして全ての文具女子博購入品紹介完走いたしました。このシリーズ全て見てくださった方、ここまでたどり着いてくださった方、本当にありがとうございました。またね、大きいイベントの前とかにはね、予習配信とか、報告配信とかいろんな形でねイベントをより楽しめる情報をね発信していきたいと思っております。またね、この今日ご紹介しているものの中でね、詳しく使ってるところとかをね改めて別動画としてねゆっくり投稿していこうと思いますので、そちらも気長にお待ちいただければなと思います。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。